2月7日、女子高生による中年銃殺事件の目撃者証言。質問に入らせてもらう前に身元の確認を行わせていただきます。牧野真治、29歳、会社員。お勤め先は開拓者、家電メーカーで間違いないですね。念のためご住所を言ってください。はいよ。品川区上大崎30-19-105目黒レジデンス504。はい、ありがとうございます。一応この会話を録音されますが、外部には一切漏れませんし、ご安心ください。では、早速ですが、現場であなたが見たことをできるだけ細かくおっしゃってください。どっから話せばいいの？その日の朝からかい？いえ、事件の前後で結構ですよ。まあ、気楽にどうぞ。ああなたは2人連れだった。あ、それが？いや、店員の話によると、あなたのご愛席の人が、随分若かったそうで。おい、なんか言いたげだね。実はあの店って、そういう待ち合わせ場所でよく使われるんですよ。残念だけど、俺はそういう趣味はないんでね。ちょっとした知り合いだよ。そうですか。そのお知り合いさんにもお話聞かせていただきたいんですけどね。あれから連絡ないし、なんで俺がそんなことまでしなくちゃいけないの？事件解決のため、少しでも情報が欲しいんですよ。犯行に使われた銃も回収できてないですしね。その子が持ってったってこと？まさか、彼女はまだ中学生だぜ。断定はできませんけどね。可能性があるということです。あの時店にいた人で、身元の確認が取れてないのはその子だけなんですよ。もう少し詳しいことを教えてもらえませんかね。俺の証言で彼女に不利になるようなことは言いたくないんだけどな。いや、まだ決まったわけではないですし、単純に連絡取りたいだけなんですよ。別にあなたが気になさることなど何もないのでは？それとも何か？いや、何もないが、ネットワーカーのエチケットとしてね。ネットで知り合って、それで会ったんだ。けど、メールアドレスなんて残すような子じゃないぜ。相当な腕だよ。というのは？彼女はミトニック並みだよ。つまりハッカー？間違いなくね。それではあなたの方からは連絡はつけられないってことですか？まあ、つけられないことはないよ。一回俺から連絡したわけだし、でもそのアドレスを今もチェックしているかは保証できないけどな。そうですか。それでは仕方がないですね。では、あとはうちの方で調べますよ。そのアドレスは教えていただけますね。ああ、構わないが。お宅にできるのかな？うちの専門家に相談してみますよ。もし彼女から連絡があっても、今日のことは内緒にしておいてください。これは、あなたのためにもなることです。はい、今度は脅しかい？とんでもない。それに、我々にはもっと大事なことがあるんですから。その邪魔をされない限りは、大抵のことには目をつぶりますよ。そういうことです。牧野さん、ご無沙汰ですね。ああ、お元気じゃなさそうですから手短にしますよ。あなたはこれから自身が発言されることに責任を持てますか？あ、牧野さん。このところ眠れないんだ。デスクトップを見ていると、落ち着くんだ。ここは本当は禁煙ですが、落ち着くんであれば構いませんよ。早速始めますが、今日おいでいただいたのは、レインのことだよな。はい。あなたは例の発砲事件の後に彼女に会いましたか？ああ、多分ね。多分というと？俺にはもうわからないんだ。一体何を？なあ、刑事さん。精神科の先生呼んでくれよ。俺もうダメだ。死にたくなんかないのに、つい死のうとしてるんだよ。見てくれよ、この傷。もう切るとこないよ。第7取調室だが、ドクターを連れてすぐ来てくれ。こいつもダメだ。おい、やめるんだ。もうドクターはもういい。掃除屋を呼んどいてくれ。それと、コーヒーを一杯。まずはじめに、当研究所における2件の研究員自殺に関して、世間では何か SF 小説のような非人道的な研究のために起こった事件のような憶測が飛んでますが、全くそのようなことはありません。当研究所は戦前より福祉的な意味合いでのコミュニケーションの研究や、
精神病理の基礎研究に注力しており、臨床の現場とは基本的に呼べません。グループ内の総合病院からの依頼で医療チームに参加することはありますが、基本的に私どもは研究をしているだけなのです。今回の悲劇的な事件、彼女のご両親に何とお詫びしていいものか。今はその気持ちだけでいっぱいですね。亡くなられた女性の研究員は何名かの患者を持っていたと聞きますが、彼女の場合、臨床現場を研究対象としていたため、ちょっと特殊なケースと言えますね。ただし、これは彼女本人の希望です。亡くなられた研究員が精神病になっていたという噂がありますが、それは本当なのですか？今となっては何とも言えないところですが、当然自殺という行為に至ってるわけですから、それが何であったか、それを精神病といえばそうだとしか言いようがないですが、言い方はいろいろあるかもしれないが、彼女の心が病んでいたのは確かなことでしょう。臨床医の場合、自殺まではいかなくとも、人を相手にしている以上、勤務上ストレスはかなり高いと思います。精神科医といっても人間ですから。それは患者に影響されるってことですか？患者の病気がうつったのでは？伝染病ではないので、うつるという表現は正しくはありませんが、感化されることは多少あるでしょう。それをうつると言えば、うつると言えないこともないでしょう。先ほどの件と同様、言い方だけの問題です。ただ、皆さんがこうした言葉を聞いて、いたずらに不安になるといけないのであえて言っときますが、彼女の元患者は至って健康です。プライバシーの問題もあるので、患者の実名を挙げることはできませんが、自殺された女性の上司の件と彼女の件は何か関連はないのでしょうか？そのいわゆる男女の関係とか。現在調査中の部分であるのと、ご遺族の方のお気持ちを考えるとコメントするのがいいことなのかどうかわかりませんが、近しいものの話では全くそんな関係ではなさそうという話でした。むしろいや、とにかくそういう関係ではなかったようです。本人たちの名誉のために言っておきますが、彼らは極めて優秀であり、研究に対しても非常に真面目に取り組んでました。優秀な研究者であり、当研究所としても大きな痛手であると。今後、このような事件の可能性は？そうですね。彼らの場合も、もう少し早く気づけば、こんなことにならなかったのかもしれません。逆に、非常に優秀な研究者だったため、私どもは彼らの行動に関して、あまりにも監視しなさすぎたのかもしれません。今後の対策としまして、当立花グループでは、一連の研究所に定期的なアセスメントを実施して、予防に力を入れたいと思います。